こんにちは、あるみです。今日は名古屋の奈々ちゃん人形の前の名鉄バスセンターでバスに乗って木曽駒ヶ岳に向かいます。今回は木曽駒ヶ岳で登山をして一泊テント泊をする予定です。名古屋からだと丸ごとバリュー切符というお得な高速バスセットがあって、名古屋から駒ヶ岳エリアまでの往復と駒ヶ根駅から白火平までの往復とロープウェイの往復乗車券がついて、なんと1万300円で行けます。伊那美濃和行きに乗るので乗り場は5番乗り場です。荷物をかなり減らしてきたので、このジップロックが私のお財布代わりです。こんな感じでザックを担いでバスに乗り込みます。大きな荷物はバスの下に入れられるので、自分でできるだけ隅っこに寄せて入れておきました。バスの中は4人席で狭いけど、ドリンクホルダーがあったりコンセントがあるのでスマホの充電もできます。安全のためちゃんとシートベルトもつけてます。名古屋を出発して長野県の駒ヶ根バスターミナルに向かいます。時間は約2時間半ですが、こんな感じでくつろぎながら向かうのであっという間でした。恵那峡サービスエリアで一旦休憩。登山自体は次の日なので、今日は旅行気分を楽しもうと思います。なので登山まではちょっとした旅行気分動画をお楽しみください。ちなみに登山経験はほぼない超絶素人です。なので登山動画というより思い出 Vlog という感じな動画に仕上がりました。暖かすぎるぐらいの目で見てもらえると助かります。駒ヶ根バスターミナルが近づいてくると、周りの景色は山に囲まれたのどかな雰囲気になってきました。はい、無事到着しました。安全運転な名鉄バスに感謝です。こんにちは、まるみです。今日は明日木曽駒ヶ岳に登るために朝一でね登りたいから、前乗りしてホテル泊をしてから明日木曽駒ヶ岳に登ります。大荷物でテント泊なのでね、今から一旦ホテルに向かいます。こんな感じな商店街を歩いてます。ベースウェイトね7キロぐらいで来れたのでね、かなり軽いですね。初めてのちゃんと頑張って登山して泊まるのでそれでも重いんだけど、今日泊まるホテルがこのグリーンホテルというところに泊まります。今回ねチピーちゃんとマナタンちゃんとね3人なのでね、もう2人はいるんじゃないかな。私は名古屋から、お二人は大阪方面からの参加です。本当？ありがとう。1人なのに2つもベッドある。ソースカツ丼だよ。駅の後ろは山々。ソースカツ丼いらっしゃいませ。なるべく小銭を作らねば。今日の夕飯はホテル近くの水車というお店でソースカツ丼食べます。駒ヶ岳セット。やばい、美味しそう。いただきます。長野を堪能、ねヒレのソースカツいただきます。うまっ全然登山動画じゃないこれでねパワーをつけて明日頑張ろう。朝から雨降ったら笑うな。帰ろうとかみたいな。長野観光して帰ろうか、お蕎麦めっちゃ美味しい、お腹いっぱいになったのでホテルに戻ってきました。明日木曽駒ヶ岳というところに登るんですけど、木曽駒ヶ岳の情報が標高2612メートル。ただね、途中2000メートルぐらいまではロープウェイで上がれるので、なのでね、残りの部分を頑張って登ります。上にテント場があるので、そこにテント張って一泊して次の日下る予定です。今のとこスケジュールとしては、今泊まってるホテルのすぐ横にね、駒ヶ根駅というところがあって、そこからバスに乗ってロープウェイまで行きます。で、その時間が朝6時のバスなので、4時起きで準備してバスに乗ってきます。今回ね、荷物をかなり軽量化させて、ベースウェイトで 6.8 キロだったかな。水だったり食材とか、撮影用のカメラとか入れて全部で8キロちょっと超えるぐらいに収まりました。
徒歩キャンプだとかなりね、軽い重さなんですけど、やっぱ登山だとそれを持ってね、3時間ぐらいかかるのかな、私のペースだと。で、登っていくので、できるだけ軽くっていう感じで、かなりね、絞りましたね、ものを。焚き火台ないのと、調理道具をすごい省いたから、かなり軽くできましたね。で、これ帽子ね、登山用に買ったんだけど、ザックの中にね、入れといたらなんかひらひらの形がついちゃいましたね。まだ買ったばっかなのに残念です。ということで、今時間がまだ6時半なんですが、もうお風呂入って寝ようと思います。なので、明日の出発までワープ。今の時間は5時25分。6時の始発に乗ります。こんな感じで、今日の装備。来たー。始発のバスは駒ヶ根駅前でもうすでに満員です。座れるのはあと1人。はい、ありがとうございます。今20度、快適。みんなロープウェイのチケットは持ってるみたいで、バス降りたらみんなすぐ並び始めてます。乗れるかな？ありがとうございます。いってらっしゃいませ。行ってきます。外側取れなそうだね。もう真ん中だね。真ん中じゃないきっと。手すりない。乗れるんかなそもそも。あ、いいやん、取れるじゃん。満員電車。満員電車やん。めっちゃいい場所取れたじゃん。行ってきます。行ってきます。おお、ちょっと待って、揺れるじゃん意外と。7分30秒。ガスってない。言いたいだけ、ガスってない。専門用語使いたい。すごい、めっちゃ高いところまで来てる。やばい、手にめっちゃ汗かいてきた。汗かいたっていうのに触っちゃった。ドキドキが止まらん。あそこ登るの？あんな上まで行くの？寒くない？寒い。何この景色？何これ、すごい。目の前すごい。すごい雲海？雲の海。なんか泳げそうな感じするもんね。あれ富士山？目の前。富士山見える。やばい、富士山だ。なんかかわいい。かわいい、なんか。活動開始。はい、行ってきます。行きましょう。今出没注意。今から行ってきます。涼しい。今現在地そこ。先にこの山荘でちょっと休憩しようって言ってる。で、ここだよね。がテント場？テント張ってお昼食べて頂上。そう。頑張るぞ。この景色見ただけで満足。今回のね、安全な登山を祈って、神様ちょっと10円でケチらせていただきますが、はい、無事下山できますようにお願いします。マラタンに先頭をお願いして後からついてきます。結構ね涼しくて、なんなら寒いんじゃないかなと。今日ダウンしか持ってきてないけどいけるかな。最初はいきなり下りです。ありがとうございます。頑張って。絶対私より体力ある。ちょっとねペースが遅いので後ろの方に先に行ってもらいました。あそこをね登るみたい。のんびりペースで頑張ります。脈拍が1分前107だからいいペースじゃないでしょうか。靴紐を結び直して立ちくらみを起こしてこっからマジ急登やからね、休んでいこう。ちょっとここで息整えてから、ちょっとここからね急登なんで撮影が止まります。ここからね登山装備がないといけないみたい。頑張ろう。こっちの階段の方がいいかな。じゃあそこで合流しよう。よいしょ。どうぞどうぞ。こんな感じで結構上まで登ります。ちょっとね曇ってきましたね。
あそこがロープウェイ降りたとこだからね、結構登ってきました。もうね、頭がね蒸れて、苦しい。もうね、アミノバイタル飲んでドーピングしました。おー、急だな。水色の鉢。何？水色の鉢。行動食が食べるのがね、楽しみで休憩めっちゃ挟んでる。今ね、結構登ってきたよ。ね、頑張ったよね。頑張ってる、マジで頑張ってる。山の師匠マナちゃん。だって富士山ね、登ったぐらいだしね。ね、楽しかったけど。今ね、ちびちゃん結構バテてる。大丈夫。一番バテてる。そうかな。最初私がバテてたのに、途中からちびちゃんがバテ始めた。あ、でもアミノバイタル効くんじゃん。そう、アミノバイタルパワー、マジドーピング。ね。ガスってきてますね。うん。ガスってる言いたい。でもあれが出てきたら視界悪くなっちゃうね。マナちゃんがね、ここヘリ持ってるんで、何かあったら安心。なんもないことを祈る。弾はないけど、弾ヒュンスポット。怖いね。ゆっくり行こう、ゆっくり。無理せず。やっと、ちょっと、なんか、中間スポットみたいなとこ来れた。のっこし浄土。やばい、疲れた。疲れたけどめっちゃテンション上がった。みんなこの達成感のために登るんだね。でもめっちゃ疲れたし怖かった。なんか途中後ろにこけたら死ぬなって思いながら這いつくばって一人なんかなだらかな道なのにクライミングみたいになってた。でも頑張った甲斐がありました。ちょっとね休憩を挟みながらすごい。なーにこれすごい。あれなんだろう、宝剣岳ってやつかな。めっちゃ岩。宝剣岳あっちじゃなくて、こっちだった。てっぺんに人いる。すごい。あそこはヘルメットないと無理ね。無理。いやーすごいな。なんか登山すごい人って本当尊敬恋するわ。うちらが目指すのはあの辺だそうです。登ってまた下ったとこがテント場。マナちゃん荷物よ、その重さ担いだね。じゃあ重かったから。今ここで中間ぐらいかな。一番の急登は終わった。一番の急登終わった。レベル10が終わったみたいなのでちょっと休憩して穏やかに登山を続けます。道がね穏やかすぎてね、もうテンションがマックス。幸せって感じ。ソフトクリーム売ってるし食べよう。ちょっとねここで30分ぐらい休憩しようかなと。アイスヘイアイスソフトクリーム14時までだそうです。トイレ1回200円。今ね時間が10時前だからかガラッガラですね。我々はちょっと椅子出して休憩します。私のソフトクリーム。はい、ありがとうございます。アイス。やばい、めちゃくちゃ美味しくない？しびる。やばい、濃厚。なんか牛乳のするやつ。疲れた体に染み渡るね。なんかこのために登ったって感じ。もう私は登山満足しちゃったよ今日。若干ガスってきてますね。霧かな、よくわかんないけど。飲み物は水以外が200円でお水は400円。行きましょうか。だいぶ先が見えない。今ね半分ぐらい来たので残り半分頑張ります。左が宝剣岳、うちらは右の中岳、駒ヶ岳の方に行きます。結構宝剣岳も人いる。うちらはあっち。さっきと比べて岩はいっぱいあるけどだいぶ緩やかな道。これならね歩きやすい。ただ目の前雲かな霧かな、めっちゃ風でピューって流されてってる。これならめちゃくちゃ歩きやすい。
全部これだったらね、登山大好きになりそう。緩やか、楽しいよ。この歩き具合ならね、全然テンションめちゃ高い。この石積んでるのがケルンってやつみたい。だいぶねガスってきました。なんかここ二股に分かれてます。こっちとあっち。地図は右の方ですね。看板倒したんかな、行かないように。わかんないけど、中岳本岳キャンプ場って書いてある。ただいま3人で休憩中です。タンタンタタタン。富士山見えた。富士山かわいい。かわいいよね。プッチンプリンみたい。やばい岩ゾーンがやってきた。いけるかな。雲が消えてすごい綺麗な景色。あとちょっと頑張ろう。中岳到着。中岳到着。中岳に到着しました。ここまで登ってきたんだけど、ここからここを下ります。で、下った先のあそこがね、山小屋とテント場があるので、あそこに今日ね、テント張って一泊します。もう何個か張ってるけど、まだ余裕全然ありそうよ。あっちが山頂ね。あとちょっとで下り。で、あっちのね、テント場にテントを張って、頂上は午後かな。今昼の、今11時ぐらいです。今ね、下ってたんだけど、私は下りが苦手です。2人にね、だいぶ先に行って待っててもらっちゃった。申し訳ない。あ、テント場。あ、いいね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 。今からテント張るぞ。頂上山荘のキャンプ場に着きました。今からね、受付をしてテント張ります。あ、超絶頑張った。暑い、汗だくだ。暑い、汗でね、髪の毛がびっちょびちょ。頂上山荘宮田村なんだって。そこマナータン、そこチビーちゃん、私ここにテントを張ります。目の前の景色はね、最高よ。あー、疲れた。開放感えぐ。めっちゃね、靴がきつくて足先が血通ってない。うまくね結べてなかったみたい。きつすぎた。お昼はね、山小屋で食べます。場所取りしたからね、テントは大丈夫そう。靴脱げるね。あ、脱げなかった。そっか、ここ閉じてるから。あー、開放的。うわー、お昼ご飯はビーフシチューセット。いただきます。マナタンもビーフシチューで、ちびちゃんはカレー。いただきます。サイド。もうこんなん生き返りセットだわ。ほんまに。ちょっと待って、ビーフシチューってことは別にディップはしないのか。してもいいんじゃない？まずはじゃあこの塊なんだろう。こんにゃく？芋？これ芋かな？じゃがいもじゃない？なんかね、煮込まれすぎててもう何かわかんない。美味しい。人参かな？あ、人参かも。人参人生で初めて美味しいって思った。人参かな？山の威力。山の威力。ああ、すべてのやる気がみなぎってきた。これで山頂また行けるね。戻ってちゃんと払ってで、山頂。勢いやばい。そう、やりすぎたらね、怖いよ。こんなのはいいけど、どこ？ちょっと濁ってるんで煮沸して料理に使います。ご飯をね、食べ終わったのでサクッとテントを張ってやります。今日持ってきたのは久しぶりの、私の持ってる中で一番軽い 800g ぐらいのテントです。ポール合わせて 900g かな。じゃあ早速張っていく。一応ね、地面が砂場なのでペグ刺してみて、でペグで無理だったらね、こういう石で固定してみようと思います。しゃがむとさっきのお昼ご飯が圧迫されて辛い。あ、ペグ刺さる？
でもちょっとやばい感じもする。だから石では固定しといた方がいいかも、ペグを。ここにねポール入れます。確か久々に使うテント。今日のテントはギアトップのワンポールテントです。で、ポールはね、トレッキングポール使ってるので、山頂行くときは剥がして持ってくから、ペニョンってなります。風がちょっと吹いてきたので、この辺のね、ロープも後で固定しようと思います。ベンチレーション大事。OK。で、この辺もね、ちょっとたるんでるので、ロープ予備で持ってきたから、あの辺引っ掛けて引っ張ろうかな。よし、とりあえず、ひとまず、完成。めくるとね、こんな感じです。本当はトレッキングポールね、もうちょっとこう斜めにした方が中は広いんだけど、ピンとしてる方がね、高さがあっていいかなと思ったんで、ちょっとめり込ませてます。ここに、はい、椅子置いて、完成。テントに持ってきたものを並べました。今日の荷物は全部でこれだけです。まず、シュラフはね、一応3シーズンいける450のイスカのやつです。調べたら限界がマイナス6度ぐらいなんで多分大丈夫だと思います。で、寒さ対策はモンベルの薄手のダウンとネイチャーハイクのダウンパンツ。これでも寒さ無理だったら北海道とモンベルのレインを持ってきたので、ダウンを着た上にこれを着れば、まあある程度暖かくなるかなと思います。で、それでも無理なら寝袋にくるまる。今気温がね、25度ぐらいあるのかな？本当に20度ぐらいの気がするけど、登ってる途中ね、会ったお姉様が昨日泊まってたみたいなので、どれぐらいの寒さか聞いてみたら5度ぐらいまで落ちたって言ってたのでね、ちょっと不安です。あと寝る時のマットはサーマレストのネオエア X。もうこれはね、スタッフバッグ抜いてこのまま持ってきました。で、あとは100均のね、空気で膨らます枕。これないとね、私寝れないので。で、あとはテント場でトイレとか行くときに楽かなと思って、超軽量の折りたたみ傘、親に借りました。だからどこのかわかんないです。今日の料理は、シェラカップ2個で事足りるやつ。で、中にスプーンとバーナーの先っちょが入ってます。で、ガス缶はね、ミニサイズの OD 缶にしました。これ CB 缶だっけ？どっちかです。スマホ充電するモバイルバッテリー、カメラも充電するんでね、特大サイズ。こいつが結構重かったですね。撮影用の三脚とカメラ。で、照明。で、照明があるのでね、ライトはヘッドライト1個にしました。で、もしもの時のエマージンシーシート。あとはね、料理の時にやけどしないように軍手1枚と食材。で、食材がね、他にもここにいっぱい入ってます。テーブルというか、ベルクロートのね、いつもこう3つあるやつの1枚板だけ持ってきました。だからめっちゃ軽量化した。なので今回ね、ほんと必要最低限の荷物で来たので、水と食料と撮影用のカメラとか抜いたら、もう全部でね、7キロいかなかったですね。だいぶ少なめ。食材がさ、気圧でパンパンになってる。なんか愛おしい。テントの前はこんな感じで、この辺で料理できそうですね。で、お隣ちびーちゃんで、マナタ。で、目の前がね、こんな感じな。山。幸せ。疲れた。今日ね、朝4時起きで5時半にバス停行って6時のバスで、今が1時12分。頑張ってる自分。頑張ってる途中。よし、じゃあ山頂に向かいます。
あ、いかん。トレッキングポール抜かなあかん。よいしょ。さよなら私のテント。あ、そっか。そう。はい、私のテントこんな感じで行ってきます。ガスってきました。今から山頂を目指します。はい、山頂、文字が見えないけど、マナタン先頭。次にちびーちゃんに、はい、山頂に向かいます。あ、休憩したからね、今結構元気になった。脈拍147。さっきよりマシ。さっき156ぐらいから下がって147。あそこにね、テント場があって、私たちのテントが見える。私のテントぺちゃんこ。いや、結構急坂。テント場はそこ。もうあとちょっとでね、頂上です。汗だく。頑張ろう、あとちょっと。あとほんのちょっとらしい。もうそこ頂上？フェイクかしら。雰囲気は山頂だね。かわいい。ハイジみたい。基礎小屋？ハイジの世界みたい。よろれひひ。口笛はなぜどこまで？あじいさん。すごい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 。こんな景色見えるの？しかも歩いてきたんだよ。景色すごい。山頂に登頂。なんかこれさ、エヴァの使徒が封印されるやつみたい。山頂に着きました。山頂。これ三角点。三角点って何？目安みたいです。へー目安とか標高標高？の点？なんていうの？三角点。ここで測ってるよっていうことかな。ガスってない。景色めっちゃいいやん。百名山2956メートル木曽駒ヶ岳に登頂。頑張った。なんか神社がある。山頂ってなんで神社がよくあるんだろう。山の神祀ってるのかな。山の神を怒らしたらダメだよ。明日の天気と無事下山を願おう。明日ぜひ晴れますように、そして無事下山できますように、そして夜も涼しく快適に過ごせますように。ちょっと欲張りにお祈りしすぎたかな。あそこテント場なんだけど、ガスってて見えなくなります。今がね、テント場に下るんだけど、さっきはこっちの道から来て、今こう行ってこう行く感じで遠回りして帰ります。これがチングルマ。目の前がこんな景色ですごい幻想的。すごい岩の道、完全にアスレチックねえ。あそこをね、今下ってきたみたい。よう降りたわ、本当に。道だいぶなだらかになりました。ここでね、曲がってテント場の方に戻ります。向こうのね、山登ってる人もね、ちらほら見えますね。ライチョウがおる。テント場に戻ってきました。またまたライチョウを近くで見れました。木曽駒ヶ岳を含む中央アルプスではおよそ半世紀前にライチョウは絶滅したとされてました。2018年にこの駒ヶ岳でメスが1匹生息しているのを確認されたので、それをきっかけに中央アルプスを生息地としたライチョウを復活させるプロジェクトが始動したみたいです。今回の登山で何匹も見れたので、なんだか心が温かくなりました。テント場到着。めっちゃね、ガスってて、そして寒い。今ね、自分のテントに戻ってきましたが、ぺちゃんこ。周りはね、結構風が強くて、ガス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 。結構みんなのテントも揺れてますね。テント復活劇。にゃん、ベタベタ最悪。地面にぺったりくっつけてたからかも。ベタベタ。まあ、いっか。
寒くてちょっとダウン着る。T シャツだけじゃ無理。あったかい。幸せすぎるんだけど。ダウン着たらね、快適な暖かさ。持ってきてよかった。快適さ求めて靴下も。開放感やばい。何これ、幸せすぎる。上半身寒いのに足はさっぱりしたい。これね、モンベルの靴下だからね、汗かいても匂わないやつ買いました。今ね、テントの中で雨が降ってきたので、前室をね、締め切りました。のんびりしたいので、自己責任でここでコーヒーをね、ちょっと沸かして楽しもうと思います。風が結構吹いてるね。さっきまであんなに晴れだったのに、山の天気変わりやすすぎ。雨も降ってきちゃったし。チャレンジ。登山はね、この砂利っていうやつがいいみたいで。いけるいける。貴重な湧き水。よいしょ。あったか。一酸化炭素の危険があるので、やるときは自己責任で。ただね、テントね、隙間だらけだからね、一酸化炭素中毒には多分大丈夫そう。風もめっちゃ抜けるしね。むしろ上げて風を通してる。オッケー。本当は山で豆をひいてコーヒー飲むのがロマンなんだけど、インスタントをね、持ってきました。ちょっとお湯多かったかな。薄そう。まあいっか。混ぜるもんないよね。このやばい、溶けてない？溶けちゃったと。まあ大丈夫だな。本日のおやつ。登山は疲れるから和菓子が食べたくなるかなと思って。いただきます。うまっ。カロリーね、167カロリー。今日ね、登山で694消費したから、まあまあいいでしょう。これぐらいね。いただきます。疲れが取れる味する。めちゃうまい。今ね、テントの中に引きこもりながらコーヒータイム。あったか。今ね、テント内の温度は20度ぐらいなので、そんな寒くないんだけど、昨日5度まで冷えたってね、マダムが言ってたので、体をね、冷やしきらないように、こうやって暖を取りながら楽しみます。うまい。私今 au なんですけど、電波が1個しかなくて、たまに電波が全く通じなくなるので、のんびりするときやることないよっていう人はネット繋がんないかもしれないから、漫画とかね、動画とかダウンロードしてきた方がいいかも。私はさっきね、電波ある隙に漫画をダウンロードして動画もダウンロードしました。漫画を楽しみながらコーヒーを楽しみます。ごちそうさまでした。ティッシュで拭いて持ち帰ります。ゴミは。料理はほとんどしない。簡単なフリーズドライとかそんなんばっかになりそう。テントがめっちゃ体に当たる。風がやばい。さっきまで天国みたいな天気だったのに、いきなり地獄になってきた。何にもできずに寝袋にくるまってるだけ。ご飯食べたいのに風がすごすぎて火が使えない。今雨止んだけど、こんな感じで風もあるし、ガスってるし、雨もすぐ降り始めるしで、また降ってきた。戻ろう、テントに。とりあえず夕飯を食べます。もうね、雨は止まなそうなので、とりあえずご飯を作る。ここまで注げばご飯ができるので、お水 160ml 沸かします。フリーズドライね、初めてだからね、めっちゃ楽しみだったんよね。160、150ちょい超えぐらいで、ただお湯沸かすだけのシーンがこれから連発する感じ。熱湯を注いで、付属のねスプーンがあるから
よく混ぜます。こんな天気だったからね、手抜きご飯でよかった。一からちゃんと作るやつだったら多分無理だったかも。それで夕飯食べれなくなったかもしれないから、山飯って感じで、これで15分放置します。すごい土砂降りになってきちゃった。このテントで来なければよかった。重くてもいいからもうちょい雨でも快適に過ごせるので来ればよかった。雷が光って7秒ぐらいで音が鳴ったので、2.5 キロくらい先と計算して急いで山小屋に避難しました。濡れた体を温めれてよかったです。今ね、雨と雷止んで外は幻想的。ヘッドライトをテントのね上の服にかけてライトとして使います。さっきね、山小屋に避難してる間にぬるくなったけどパンパンに出来上がってますね、このご飯。これは一旦置いといて、もうね、ご飯サクッと食べて寝て、明日の朝早起きして、天気見ながら早めに下山します。ライター見つかってよかった。お湯を沸かして、もう一個のシェラカップにアイラップでくるんで、カレー。これにね、お湯注げば食器洗わなくてもこの袋捨てちゃえばいけるから、今日はこれでご飯食べます。風が怖いからもう火止めちゃおう。80度ぐらいにはなったかな。ほい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 。とろみが出るまで混ぜる。スプーンがね、ここにあったからこいつ使っちゃおう。なかなか簡単に溶けてくれないタイプね。トウモロコシ入ってる、嬉しい。とろみ出るんかな。結構シャビシャビだけど大丈夫？とろみが出るまで混ぜる。OK、できました。今日はカレーライス。でもね、これもうこのまま食べちゃうから食べれっかな、この量。これ何合分？ 100g ってめっちゃある。まあいいや、食べよう。いただきます。スープカレーかのようにディップして食べます。こっちにこうつけてね。いただきます。美味しい美味しい。ご飯もちゃんと炊けてる。アルファ米ってちょっと不思議な食感だけど全然いけるね。こんな楽なのに。今後キャンプで使おうかな。美味しい。はい、ごちそうさまでした。ちょっとね、汚いからあんま見ない方がいいか。ペロッと食べ終わったので、これをひっくり返せばお皿は汚れてない。このやり方最高だな。一回コーヒー飲んだけどティッシュで拭いて、今日お湯しか沸かしてないからザックに入れてもね、そんな汚くないかな。これはこのままゴミ袋として使います。よいしょ。中のカレー臭さもね、あんま匂わない気がする。封できるから。よし。今ね、時間が8時前なんですけど、もう寝ます。もうね、寝てる間にまた雨がいっぱい来るみたいなんで、もうそれにね、勝ち合わないようにさっさと寝ます。寝る前に化粧落としはこうやってね、拭くだけシートを使う分だけ持ってきました。あと歯磨きはね、このペーパー歯磨きでささっとテントの中で磨いて寝ます。今は雨がなくなって風だけなんだけど、もうなんか心が辛い。明日起きて、ご飯はね、ちょっと雨の具合によるけど、明日も天気なんかあんま良くなさそうだから下山するのがもう辛い。なんか天気予報をさ、もともとはこんな雨降る予定なくて、ちょっと降るかもなぐらいだったんだけど、だからちょっとならぐらいの感覚で来てて、で山の天気は変わりやすいっていうのは知ってたけど、変わりやすいっていうかもう変わりすぎ、ちょっと想定外。もうね、これぐらい降るって分かってたらちゃんとそれに備えたテントとかできたし、もともとそういう風に来なきゃいけなかったんだなっていうのを学びました。ちびちゃんとまなたんちゃんいてよかった。多分一人だったらもう病んでる今ね、雷はね、本当に想定外というか、もう本当に嫌いすぎて逃げたけど、あとは雷はもう大丈夫そうなので、とりあえずね、もうサクッと寝ます。おやすみなさーい。あっちの方に夜景がある。なんだろう、街だよね。綺麗。星は全く見えないんだけど、とりあえず今は雨が止んでよかったです。でもね、あと2時間後に雨が降るので急いで寝ます。おやすみなさい。ちなみにテントの中は
風で圧迫されてね、こんだけ寝るスペースが少なくなってます。もうほんとつらい。帰りたい。おはようございます。中のね、水滴が降ってきてね、中でも雨降ってるみたい。今ね、雨止んでるのかな。もうね、朝5時でほとんど寝れてないけど起きます。雨が止んでる隙に、とりあえずもう順々にバッグに入れて無理やり撤収します。ちょっと後でね、山小屋で整えます。もういろいろね、水没しすぎてやばい。はい、撤収できました。もうね、順々に詰めただけでね、撤収できたから早かったです。あそこはね、晴れてるっぽいんですよね。でも風がこっちから流れてるから、向こう側は雲だらけだからね、多分こっちはなかなか晴れなそう。寝てる時一番怖かったのは風があまりにもひどくて、なんかああいうとこから落石して私ペチャってなんないかなって思って、もうそれが一番不安でしたね。で、次に不安だったのは、体重はあるけどかなり恐怖だったから、なんか飛ばされて、あの辺とかに吹っ飛ばされてなんか死なないかなっていうのがすごい不安でしたね。なんかいろいろと大変だったし不安な夜でした。よし、とりあえず荷物まとめて逃げよう。とりあえず朝ごはんだけ食べます。今から頑張って下山します。まあちょうど雨止んでて、次の山荘ぐらいに着く時にまた雨降るっぽいから、一旦そこで休憩挟みます。もう顔はすっぴんで日焼け止めだけで帰ります。じゃあ行ってきます。ガスガスで視界不良校。まずね、一旦こっから宝剣山荘っていう山小屋行くまでが上りなので気合い入れます。結構ね、霧なのか小雨なのか顔にめちゃくちゃ当たって辛い。鼻水垂れる。中岳に到着しました。登ってきた道がもうかすってて見えないけど、うわ、ほんとじゃん、何にも見えないね。ノンストップできたね。ねえ、ほぼ休憩なく20分ぐらいで登ってこれました。あとはね、下り全部。一回山荘やります。山荘が見えてきた。大変だった。ここでもね、なだらかな道なんで山荘まではもう気楽です。あ、食べる。やったー。お菓子パーリーが始まる。糖分上げれるから。もうね、今みんなね、睡眠不足でヘロヘロだからめっちゃ嬉しい。お菓子パーティー。もうエネルギーチャージよ、ね。いや、そう、ただものおやつタイムじゃないよ。そういつもののほほんおやつタイムじゃなく、必要なおやつです。まなちゃんが教えてくれたシャリバテにならないように。もうシャリバテ中だから。いただきます。一睡もしなかったキャンプも初めてやし、あんまり寝てないとかさ、1、2時間しか寝てないとかは経験あるけど、1秒も寝てないって初めてやもん。溺れないで、しかも登山だしね。やばいよ。キャンプだったらね、もう撤収して電車乗って帰るができるけど、ポテチが進む。ポテト好きなんよね。あ、そうなんや。今宝剣山荘から出発して下を目指します。ロープウェイまでね、結構急登なので頑張ります。下がね、だいぶ透けて見えるようになって、今ね、霧ってより小雨です。まだロープウェイまでは見えないね。ね、まだそっちまではね。そっか、見えるときこっから見えるか。うん。あとは気をつけて降りるのみ。頑張ろう。下りが意外と大変で、雨もちょっと降ってきました。結構降ってる。結構降ってきたね。ここでやっとロープウェイ乗り場のね、千畳敷カールだっけな、見えたので、あとちょっとかな。頑張ります。この子もファンサしてくれるね。かわいい。あ、なんか癒された、一気にちょっと元気になってきた。大きいの食べたね。あら、今日一日のご飯、結構な坂道。よう登ってきたな。あ、違う、よう下ってきたな。やっとね、ここまで降りてきた。こっから登山の装備が必要っていう道だから、こっちはね、登山の装備なくても歩けるなだらかな道。
もう一踏ん張り。ゴールあそこ。あと多分10分ぐらいかな。頑張ります。水浴びしてる。水たまりでそこ通るんですけど結構登山って癒されるタイミング多いね。あるよね、こういうとこで、ね。そうそうそう。最後の最後に登りがあるなんて聞いてない。でも昨日最初に下ったのを思い出したからしょうがないよね。疲れた。はい、ゴール。やっと下山終わりました。幸せ。これ昨日のとこのあれなんだっけ、神社来て帰ってきたよ。大げさだけど初心者からしたら本当テント泊を乗り越えてよう生きて帰ってきたなって感じです。無事帰ってきた。でもね、今日はねかなりね雲なので富士山はね多分見えないと思う。昨日見えて本当ラッキー。お疲れ様。お疲れ山。無事帰ってきた。お疲れ山。みんなヘロヘロ。だってあれから来たんやね。あれか。空ヘロヘロになるわ。よう下ったね。あれゴールどこ見えないか。我々みんな頑張りました。上乗って温泉行きたいね。とにかくね暑くて中がねすごいムレの群れなんですよ。脱ぎたい。でも本当初心者でよう登ってテントまでしてテント泊で大変な目にあって寝不足の中よう無事に降りてきましたわ。頑張ったって。本当にちょっと誰か褒めてコメント。みんなで登山が終わった後の軽食タイム。食べさし。全然軽食じゃないんだけどね。ポテトみんな食べてね。ここがね千畳敷駅のねカフェで、これを食べてからロープウェイで帰ります。ロープウェイ乗って帰ります。怖いな。外がね真っ白すぎて下るの逆に怖くなさそう。現れた。みんな結局ね楽しめました。楽しかった。もう生きて帰ってこれたよ。いやほんとそう。生きて帰ってこれればそれで OK よね。今から一番の難関ロープウェイを頑張ります。ビビりだから。おー、やめて。さようなら駒ヶ岳。あんなに大変だったのにすごい楽しかったからまた来たいけど当分はいいわ。今から温泉に向かいます。日帰り温泉。そうりんちゃんがねゆるキャン聖地の温泉、りんちゃんが訪れたとこです。りんちゃんが頼んだと言われるミニソースカツ丼、もうこぼした。いただきますまなたんはねソースカツカレー、ソースじゃないカツカレー。ちびちゃんは一緒のミニソースカツ丼。勝手にキャベツ持った。いただきます。ほら一杯でいける。乾杯。うまっ。うまっ。今お風呂出て菅野台から駒ヶ根駅前に向かいます。バスは1時間に2本で駒ヶ根駅からまたバスに乗って名古屋に帰ります。あれ違った。駒ヶ根駅に帰ってきました。1日ぶりなのにね、なんか1週間ぶりぐらいの気持ちで、この1日2日が超ハードでしたね。こっから私は名古屋にバスに乗って名古屋に帰ります。今からバスに乗って帰ります。今回はすごいね、今帰ってきてめっちゃ楽しかったって思うんだけど、実際行ってる時は登るのもめっちゃ辛かったし、あとね、夜中の雨と風にね、なんで私ここいるんだろう、家に帰りたいってめっちゃ思いながらね過ごしました。ただね、
すごい景色綺麗だったし、富士山も見れたし、感動がねすごい半端なかったですね。帰りの下りがね怖かったんだけど、雨も小雨になってて問題なく帰ってこれて、今はね行ってすごい良かったって気持ちで充実してます。またね登山行きたいし、テント泊したいなと思いました。ただテント泊して思ったのが、多少重さあっても頑丈なテント持っていけばよかったなと思って、一緒にいたねマナタンちゃんとかはモンベルのドームテントだったんだけど、全く問題なかったみたいで、軽量化を求めすぎた結果大変な目にあったので、モンベルのテントいいなと思いました。やっぱ山には山用のテントがやっぱいいのかなと思って、なのでねこれから家帰ってびしょびしょの泥だらけになったテントを頑張って洗います。ということで、なんやかんや楽しい登山のテント泊でした。またねチャレンジしたいと思います。じゃあ今から名古屋に帰ります。はい、では今から帰るので解散です。またね。ありがとう。気をつけて。はい、じゃあね。それでは名古屋行きのバスに乗って名古屋に向かいます。本当に山は舐めちゃダメだなと思いました。登山の YouTuber さんを見てると、ワンポールのテントだったりセルトで泊まってたりするので、見よう見まねで軽量のテントを持ってきましたが、登山経験者と初心者じゃ何かあった時の対応力も全然違うので、初心者はちゃんと山岳用のテントにした方がいいとすごい勉強になりました。ちなみにちびーちゃんやまなちゃんに勧められて登山映画の額を見たんですけど、ビビリな私は登る前に見なくてよかったと本当に思いました。とても考えさせられたのでぜひ見てほしいです。今回の動画がどこかの誰かの何かの参考になって、山を舐めずに快適なテント泊の役に立ったら嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTokもやってるよ。